週刊 RDX。 今週はメカ類の搭載です。モーターを搭載します。8ミリのビスにワッシャーを入れて締め込みます。モーターシャフトの平らな部分を上にしておきます。フィニオンギアにセットスクリューを入れます。モーターシャフトの平らな部分にこのセットスクリューが当たることで止まります。仮締めしておきます。モーターを固定します。ここでポイント11、ギアの隙間調整をしなければなりません。また調整ですか？ええ、簡単ですので問題ないかと思います。ギアの間に袋を挟んでビスを締めるだけです。ノープロブレム。でもなぜ隙間調整を？隙間が狭いときつくて重い動きになり、音も大きくなり、駆動効率が悪くなります。隙間が広いとギアがかけます。へえ、そうなんだ。フィーリング？わかると思います。ファンマウントを取り付けます。10ミリのビスで締め込みます。取説の図が間違っていますね。モーターにファンがついていない場合に取り付けてくださいね。別売りファンはこのように取り付けます。ホイールハブにホイールを取り付けます。六角部分をきちんと合わせてくださいね。ナイロンナットをクロスレンチで締め込みます。締めすぎないようにしてくださいね。軽く回りますね。リア側も同じように取り付けます。動くか確認します。反対側も同じように取り付けます。六角部分を必ず合わせますよ。軽く回りますね。スピードコントローラーを搭載します。 ESC プレートに両面テープで貼り付けます。こんな感じ。このプレートに取り付けることで ESC をビスなしで簡単に脱着できるのでとても便利ですね。搭載します。はい、ポン付け。ケーブル類はスパーギアのない方へ回します。受信機とジャイロの搭載位置を考えておきましょう。電源ケーブルはこの位置で良さそうです。ここでポイント12、ジャイロを両面テープで貼り付ける場合、私は二重にしています。車体の振動吸収の意味でしっかり固定したいので、ジャイロの大きさで両面テープをカットしています。ハンチング対策も考えての。お気づきですね。モーターケーブルを接続します。A、B、
C と記号に合わせて接続してくださいね。接続を間違えるとモーターが動かないか反対に回るかします。受信機を固定します。両面テープの大きさは小さめで大丈夫です。ジャイロを固定します。位置はシャーシの中央あたりにしました。お好みで構いませんよ。最後にステアリングサーボを搭載します。袋3を開けパーツを切り取ります。サーボホーン 25T を取り付けます。取説ではサーボをニュートラル位置にして右側に傾けるように取り付けるとあります。私は垂直から刃の1枚分前側にしました。8ミリのビスで締め込みます。ロッドエンドボールを取り付けます。ここはサーボホーンが硬いので締め始めはテーブルに置いていつものように慎重に垂直に。8ミリのビスにワッシャーを入れてサーボマウントに取り付けます。ある程度締め込んだらサーボに挟んで最後まで締め込み1/2回転戻しておきます。サーボロッドに取り付けます。ラジオペンチを使いました。サーボはこの2箇所に8ミリのサラビスを入れて固定します。サーボの前後位置を調整するため最後まで締めません。サーボホーンが動かないようにサーボを前後させて左右のタイヤが真ん中に来るように調整してください。位置が決まったらその位置をキープしてサラビスを締め込みます。見えにくくてすみません。ビスを1/2回転締め込んだら搭載完成。お疲れ様でした。ステアリングの動きを確認します。プルプルしているのがハンチングというものです。ジャイロの動きを確認します。シャーシを左右に振ってみます。ステアリングが滑る方向に切れます。これがジャイロの仕事です。駆動系の確認をします。特に問題なさそう。ピニオン、スパーギアも問題なさそう。更新も OK。 ご視聴ありがとうございました。次週はボディを搭載します。